どうもこんにちは。フィッシャーズのシルクロードです。今日はマサイくんが大好きなものを持ってきたよ。なんたってこれさ、すごいだろ。重さだって約何十キロかあるんだ。あ、ごめん、嘘だ。これはすごい大きさでしょ。きっと喜んでくれるはず。早速彼を連れてこよう。Let it go. Come on. Let it go. Come on. それ。あ、椅子だ。何撮ってんだおめえ。どうもフィッシャーズシルクです。マサイ。さあ本日はですね、今マサイくんに来ていただいてるんですけど、あなたの好きなものなーに？何に対して何でもいいよ。いっぱいあるじゃん。好きなものいっぱい言っていいよ。メカ、車、最近お酒好き、洋服も興味持ち始めた。非常に男性っぽいですね。じゃあそこから細分化していこう、はい、今結構ざっくりとジャンルを言ってったじゃない。そうだね。いい食住でいこう。じゃあまずいいからいこいい食事ってなんだっけ。まずいいからいってみよ最近はですね、柄の T シャツをですね、静かめにしたいなと思いまして。柄の T シャツを静かめにしようとしてた。お前デザイナーな。少しシンプルめな服装にちょっと。そういうこと？そう。あ、びっくりした。柄の T シャツを改造して柄をなくそうっていう人かと思った。そうじゃない。そんなプロフェッショナルじゃないです。いや、まあでもそう聞こえたよ今。ガラガラだった服をちょっとシンプルに。そうそう、もう9月だし。まあ夏は柄多いからね。気になる車があるな。どうせならちょっと買ってみたいなって思っちゃう車もあったりする。あなたにとってのいい。じゃあ食は？食ってなんか食べるんじゃない？多分食事の食じゃない。最近はじゃなくていいんだよ。あとブロッコリーとサラダチキンだね。トレーニングもあるから。できるだけ太らないようにっていう。筋トレも好きだな。戻っちゃうけどいい？多分いいには戻ってない。それで言うと10に進んでると。あ、10がそれなの。昔からじゃあずっと好きなの？昔からずっと好き？カレー、寿司で言うとサーモじゃああなたにとっての10は？ン。10って何の？打つの？バン。もう分かんねえよ日本語。何いい食10って。10って何なんだよ。10の中に筋トレを入ると。筋トレで最近ゲームやってるな。あと配信が好き。インフルエンサー力。漢字でいい食事をかける。無理。いい食事って何なの？今あなたの大好きなものを持ってきましたんで、それでは目隠しを外してください。せーの。巨大サーモンを食べよう。サーモンじゃん。巨大サーモンを食べよう。なんでこれわざわざ書いたの？このサーモンどこで買ったか分かります？そりゃサーモン好きからしたら分かりますよ。これはこのデカさは俺あそこでしか知らない。どこ？カスタコ。そうです。こちらコストコの巨大サーモンなんですけど、でっけえな。改めて見るとこれを食べましょうよと。ご褒美企画。まさにくんサーモン好きだからもう大好きよ。できるだけ食おう。できるだけ食おう。アトランティックサーモン、コストコで売られている。まあこれをね、サーモン麺とかにして食べてる YouTube とかあったじゃないですか。ちょっと前にこのサーモン結構バズったじゃないですか。バズったね。これお値段なんと8300円以上するんですよ。いやー高いのこれ。やっばいよね。そうしかもこれさ、これ一番いいの買ってるでしょ多分。そうです。まさにくんに食べてもらいましょう。本当にこれこういう動画あるの？そうです。好きなものなら食べきれんじゃねえかと思って。うわー出たそれ系のや俺サーモンいつも食べんだよ。まさにくん言ってましたし、ちょっと前にね、実はコストコに行こうぜって言われた時にちょっと俺用事があって行けなかったんですけど、その時にね、でっけえサーモン食いてんだよって言ってたんですつ。そのさ圧の強い発言なんだあれ？俺なの？今のモノマネは完全に君です。俺なんだ。はい。旗から見たらそうなってるの。そうそう。YouTube よく見るでっけえサーモンあるじゃん。あれ買ってさ、みんなでポシッて食おうぜって言ってたんです。忠実にあなたの真似できてると思うんですけど。いや多分そうだと思う、はい、周りから見たらそうだと思う。ちょっとこの巨大サーモン食べながら、僕今からツイートでまさいくんに聞きたいことありますかって言うんで、それに答えながらこれ食べていきましょう。サーモン食いながら質問コーナー。そうです。サーモンの質問。サーモンの質問はサーモンに対してじゃん。俺じゃねえじゃねえか。だからサーモンコーナーです。サーモンコーナー？まさいのサーモンコーナー始まります。じゃあ開けてもらっていいですよ。あ、いいっすか？はい。これ何がいいかっていうとね、アニサキスゼロなんだよね。
その情報は俺も知らんかった。そうなんだ。そう、養殖場で育ってるから。ああ、そうだね。そう、アニサキスがいない環境で育ってんのよ。養殖のアトランティックサーモンだから、うん、アニサキスが入ってないんだ。そうなの。だからもういかにこうかぶりついたところで大丈夫っていう。ああ、それはすごいな。おお重たっ。絶対に切んないといけないのこれ。もうしゃぶり尽くしていいの。まあいや、かぶりついてもいいですよ。かぶりついて食べてみたかったんで一回手洗ってくる。はい。行儀さすが。麦茶を注ぐよ。でかいよ。竜のベロ。見たことねえだろ。やばいでっけえな、ほんとに。もう召し上がっちゃっていいのでね。ほんと。はい。醤油ぶち込んだこのアトランティックサーモンをディップして、よし塗りたくりまして、こんな贅沢はない。いただきます。どうぞ。うますぎる。こんな贅沢なものはね。今更なんですけど、手袋あります。今更すぎる。食べていいですよ、全然。ブラックハットでっけ、あんめ。いいサーモンだなお前。見て、引きちぎれる。これで寿司作りたい。見て、サーモンで結べる。サーモン結びで、この結んだところをこうやってデリシャス。質問来てます。お、何でしょうか。これ読めますかって来ました。己おつ己。さあ皆さんにも、漢字の問題です。これ読めますか？おつおつ己おつ。ああ、もういつも頑張ってる。おつおつおつ。4文字です。4文字。読み方。かりそめ。なんか似てるから。似てるから。どれが本当のオツだみたいな。そう。一つだけ違うよねみたいな。これイコミキって言います。イコミキ。じゃイコミキ。イコミキ？あれイキって何イコミキって。イコミキ。かわいいねなんか。これを見てどう思った？いや、一人だけ乱れてるやつになってる。一人だけ乱れてるやついる？これ漢字で書いて、漢字めっちゃ全部似てるでしょ。似てる。でそっくりって意味。はあ、納得できねえ。多分ね、これ俺にも来てるんだと思ってね。二人に読めるか読めないかって。そうだと思う。ブリーチにこれの挽回がいるんですよ。この漢字を使った、残白刀がありまして、漢字で確かこうだったんだけど、イコミキどもえ。小説だったっけなに出てくるやつが使う刀。で、アニメ漫画はわかんないな。わかんない。そう、イコミキどもえっていう。コアだな。めっちゃくちゃ強い刀なんだけど、そこで知ってたんだ。そう、それでもうパッて言った瞬間に、ああ、イコミキどもえだ。まあ使わないだろうな。まだ使うことないね。まさにさん、もしポケモンの技で使えるとしたら何を使いますか？怪しい光。なんで人を混乱させるの？めんどくさいタイミングになったら怪しい光。それで言うと、あなたいつも混乱させるよ。本当？怪しい光？そう、怪しい光で。うちの怪しい光お前だから。そう、うち結構古いやつじゃん。その怪しい光のエフェクトは古いやつ。ダイパ。そうだね。ないです。ふざけんな。じゃあコメントすんな。まさやさんが考える自分のチャームポイントは何ですか？自分のチャームポイント、目の周り。ああ、まあ確かにね、結構くっきりしてるしね。なんか男っぽくないんだよね。あ、まあそうだね。割と長いよね。目の周りかな。速攻答えてね。6×8 は9。48？よかった、びっくりした。速攻って言うから。速攻はダメだよ。ああ、これすごいね。マサイにとってというか、マサイ答えてあげられるんじゃない？進路に迷ってます。進学するか就職するか。進学するとしたらどこに行くのか、就職するならどういうところに行くのか、何も分かりません。そろそろ決めなければならないですが、なかなか決まらず、どうしたらよいでしょう？何も決まらないなら、むしろもう普通のとこ行くか、別に自分が何やりたいか分かんなくてもいいから専門家を目指す。何でもいい。なんかの専門になってみる。自分の好きなこと、好きなことでもいいし、好きじゃないものでもいい。自分が何やりたいか分かってないなら、むしろそれを無理やりやってみて自分のやりたいものにする、手に入れるっていうのがいいんじゃない？マンネリ化だと思ってるんなら、そのマンネリを直す必要があるから、自分で新しいものを見つけに行くっていう手段が必要かなと俺は思う。それしてから進学するなり、就職するなり考えた方がいいかもしれない。なんか見つけてから進学する。それを考える前にはまず何かを手に入れた方がいいかも。なんかやってみるが大事。なんかやってみるのが大事。まだ間に合う。好きな車は何ですか？
全般的に好きなんだけど、男はマニュアル車。俺日本車好きだから、ホンダのシビックって車が好き。コスモスって漢字で書けますかって書けなくなってる。これもしかしたらあれのやつ勉強したやつああそれかだから聞いてたのか。そう、クイズノックさんと勉強したやつ。あそれでか。俺もうやりきったらすぐ忘れちゃう人なの。秋なんちゃら、秋しかわからん。なんだっけ、秋桜か。だった気がする。秋桜。いやもう忘れちゃうね。合ってる合ってる。いやもうね使わなくなると使わないから忘れるよな、もうダメだ。もともとわかんねえしさ。だって学生の頃なんか俺ら何年前よ。もう本当に学生の頃ですら俺はわかんなかったけど、まあでも学生の頃でさえコスモスって多分習わないしね。好きなやつじゃ習わない。習わないと。漢検とか、これはなんかタイムリーですね。結婚願望はありますか？あるよ。結婚願望はありますよ。俺は一人が嫌いだからね。まあそうだね、確かに。昔は強がって一匹狼でいいって言ったけど、俺そうじゃねえなっていうのはね、最近のなんか年取って分かったよ。自分寂しがり屋なんだな。寂しがり屋なんだなっていうのもあるし、なんか俺強がってただけなんだねみたいな。それでも気づけて言えるのはでかい。だからそういう人多いんじゃない、割と。俺は一人でいいって言ってんだけど実はそうじゃないっていうタイプ。何歳ぐらいまでは？俺結婚したいのは34までかな。いやでもね、彼の結婚の時は、僕はしっかりと相手見ますんでありがとうございます。いやでもね、なんかそうなった時にはみんなにはね応援してほしいですよね。そうっすね。ね、ありがたいっすね。そこがあるのとないのと違うと思う。今後の YouTube、マサイさん的にどう考えますか？いや、もうやりたいことひたすらやっていくっていうのがね、変わらずでいいんじゃないの。別に YouTube ってそもそもそういうもんじゃなかった。同じものをやり続けるのはもちろんいいんだけど、そうじゃなくて新しいものをどんどん広げていくのが YouTube だと俺思ってるから、それに変わりない。やっぱどっかでビジネス的な観点で見て YouTube やっぱこう競争世界みたいな感じの YouTube っていうやっぱ捉え方にここ最近なってきてはいるじゃん。元が取ると違うよねっていうところだよね。全然違う。好きなことをあなたのテレビ局だから、あなたがやりたいようにやるっていうのが YouTube ですから、今後ともそうなっていくというか、そうであってほしいので、ビジネス的な考えでやられてる方ももちろんいて、いいとは思うんだけど、やっぱ俺は YouTube で好きなものをどんどんやっていくっていうメインかなと思ってるから、それで言うと全然ビジネス的に始めて好きなことやってる人っているから。確かにビジネスが好きな人もいるしね。そうだから別に何でもいいんじゃない。自分がやりたいことをやっていく。やりたいことをやっていく。 YouTube はそういう場であってほしいので、なんかこう願望も兼ねて願望も兼ねて。そう。どうですか？めっちゃうまいよ。進んでるもん。進んでるね。進んでるよ。YouTube の一番って何ですか？これ結構俺らも難しい質問じゃない？何なんだろうね。マサイが思うのでいいんじゃない？ねえ、話にある日本一になるとかさ、俺らもたまに言ったりするから世界一になるとかさ、分かりやすい目標はやっぱり1位を取るとか再生数1位を取るとか、もう1位だと思うんだよ。ナンバーワンだと思うんだけど、やっぱり誰よりも楽しんでるなって思った時が一番のなんていうの、いやベストアンサーだと思うそれ。誰よりも楽しんでんな俺っていうのを考えた時が一番のやつなんじゃない？ YouTube の一番って YouTuber の YouTube。 日本一の YouTube で言うと日本一楽しんでるやつが日本一なの。いや俺そう思うよ。それそうかな。決められないもんそれ。市場があまりにも多すぎるもんね。その人にとっちゃ一番って変わるからね。誰かが決めない限りはこれを決めることはできない。だから YouTube さんが誰々一番ですって言ったらその人が一番になるし、けどそういう部分じゃない面で言うとそれぞれ一番はあるから、これに関しては日本一の YouTuber って何なのに関しては確かに自由なやつって一番自由ね。すげえワンピースみたいな話だよでもそう思わない？いや俺もそう思う、ガチで俺もそう思う。俺はそう思って活動してきてるからな。自由に新しいことをやり続けてる人。そうざっくり新しいことを変えるとかじゃなくてさ、別にその同じ趣味の中でも新しい趣味っていっぱいあるはずだから、だからそういうのも含めて挑戦し続けてかつ自由な人が日本一の YouTuber なんじゃないか。マサイさんが今まで買ったものの中で一番高いものは何ですか？家。実家。ですよね。さすがにあれは超えられないよ。そうだね。でもあれちょっとこうやっとけばよかったなっていう別の金額の話は別の話になるんだけど、もうちょっと俺が YouTube 脳だったら家族に家買ったドッキリとかしていきたかったなと思った。そういうことね。別にいいと思う。その家族と一緒に家を見に行ったことも
俺にとっちゃいいことだし幸せなんだけど、まあどうせならこうもっとこう YouTube 的なさことをしてあげてもよかったかなっていう。急に鍵だけ渡してこれ車で連行して、ここ今日から実家だからみたいなっていうのをちょっと、なんでやんなかったんだろうって後悔してる。そういうことね、そうなんでその動画は確かに面白いね。面白かったよね。だし、それやったらマジで本当はなんか世界的な YouTuber のドッキリに近いと思う。まあでもね、それも確かに素晴らしいことだと思うけど、一緒にやっぱお家見に行くって素晴らしいですよね。で、自分がここは良かれと思ったところを家族からしたら意外と遠いなとかなっちゃうかもしれないじゃん。住んでみたらちょっとなんかなってなっちゃう。それで言ったらなんか慎重に決めるのはマサイっぽいけどね。まあなんかマサイだったマサイ決め方はマサイでした。それで言うとマサイだった。メンバーと初めの頃に大喧嘩したことはありますか？ LINE ですげえ喧嘩したのと、あとシルクと、いやシルク側喧嘩したんだけど俺が一方的に喧嘩したんだけどこれはね新しい言葉だ。なんかすげえ俺の元実家の玄関前の話だった当時の YouTube のコンスタントに出すかちゃんと作り上げて出すかの揉め事があったんだよね。コンスタントに出すってなると撮影数も時間も増えるから大変だっつって、で俺もなんかいろいろ別の作業してたから、その専門学校行ってたからね、就職のために。だからそれでなんか時間がなくなっちゃうでしょっつってすげえキレた。最近はマサイさんが面白い発言をして誰かが突っ込むという場面が結構多いのですが、面白い発言をするコツはありますか？ねえよわかんねえもんだって。多分あったら出てないんだよね。そうでも喋ることは大事や。確かに恐れずに喋るとか、自分が合ってるか間違ってるかとりあえず置いといて、今現状喋りたいことをポッて出せばそれに対して触れてくれる人間がいればいいんだけど、いるならちゃんと返ってくる。俺は、メンバーを信用してるからめちゃめちゃ喋ってる。他だと言わないってよく言うの。だから外でクリエイターとコラボした時に俺めっちゃ喋るタイミングがあった時に一言空気がパンってなるものを置くとマジでパンってなるのよ。そうだね。そう、だから止まるのよ。相手からしても突っ込んでいいのかなってなるんだろうね。それこそね、長年 YouTube やってるのもあるからマサイさん何言ってんだこの人みたいになって、これ突っ込んでいいのかなってなる人の方が多いだろうね。そうだから俺最近コラボする時に俺めっちゃバカなんでなんか間違えたら言ってくださいね。確かに気遣ってくれてるから。そう言うのがあるから、そういうのを言えばいいんじゃないわかんないけど、でももともと本当に俺めっちゃ喋らない人間だったのよ。なんでかっていうとこう言われるから、誰かに疲れるから今喋らなかったけど、そういうことじゃない。こうなんか言われることは俺は今楽しんでるから喋る。笑いのポイントになってますよね。そういうこと。マネさんは辛い時何をして乗り切りましたか？昔は辛いことはずっと溜め込んじゃって、むしろ消化する方法がなかったからずっと病んでた。今はなんと曲にしてます曲にしちゃってます。歌詞を書く、何でもいい。最近なんかドゥクシドゥクシっていう曲をちょっと考えててそれはおもろいよ。小学生の頃の効果音効果音よく使うやつね。そうドカーンとかっていうのをいろんな方法で言葉に変えてます。言葉に変えたものをメモして歌詞に変えて、あと音にしてる。そうもうイライラしてる時はもうドラムめっちゃ叩いてみたいなっていうのをしてるから、最近は本当にイライラしてない。だから顔すっきりしてると思うよ俺最近。確かにね。リフレッシュするものができたから、もしなんかに困ってんだったらそういうの始めていいかもね。楽器とか趣味それガチにならなくていい。ある程度でいいんだよ。ガチになるとそれにイライラするから、またガチかどうかを考えずに始めるの大事だよね。そういうことよ。自分がプロになれるのかとかね、ガチの人と比べたらって考えるからみんな始められないんだよ。昔の俺だよ。言ってやりてえよ。昔だって楽器やりてえのと思ってたんだよね。軽音部に憧れたことがあったんだよ実は。けど楽器始めるとガチにならないといけないと思ったからやんない。注目されるし、ね、期待されるから怖がんなよって。やっぱり責任を考えちゃうと人動けないから。ってな感じ。何の刺身が好きですか？サーモンで、今サーモンは辛い状況になってます？真ん中ぐらい。真ん中ぐらい。カラオケのお箱は何ですか？地上の星。確かに歌ってるな。地上の星めちゃくちゃ喉と相性いいの。調整にすげえいいの。マサイが地上の星を入れた時にね、今日調子いいのかなって思った時のこれだっていうフレーズがあるのよ。砂の中の銀河ってのでちょっと上に上がる時あるってあれの時に今ちょっと今日調子いいのかもしれない。どこにいたってちょっと静かな時からちゃんとそう調子いい時にやるだよね。あれをバレてんだ。葛飾で
一番おすすめの場所は何ですか？お花茶屋のお花茶駅結構俺好きで、あそこだけ道がめちゃめちゃさ下町っぽくね、亀有とか割とこうユーロードっつってさこう綺麗になってるんだけど、俺お花茶屋まだ一生変わらないよね。一生変わってないのよ。それこそ最近お花茶屋でいうと、お花茶屋っていうのがね、俺らの本当にガチな地元なんだけど、そこのね、高校でいうと共栄学園、甲子園行きましたけど、共栄学園めちゃくちゃ綺麗なんだけど、本当にお花茶屋っていうその商店街に入る手前にあるんだよね、共栄学園が。本当にね、お花茶屋だけはままなんだよね、ずっと。そのノスタルジックを感じるならお花茶屋かな。確かにすごくさ、ちっちゃな昔からやってる化粧品屋さんとかね、そうカネボウのさ、ちょっと古いポスターがあったりとか、ケーキ屋さんもあるし、こうね、お惣菜屋さんもあるし、ちゃんとこう下町を感じれる場所は俺お花茶屋かなと。あと電車の駅の感じもね。ちなみにあそこ大学でずっと使いました俺。あそこから行ってました。あそこから行ってました。スマブラのロイの真似をして麦茶飲んでください。取るよいやYouTube での後悔を教えてください。YouTube での後悔？未だに思ってんのが、お前もっと早く目立てよと思った。はあ、確かに。なんで最初からお前は顔を出さなかったんだと。めっちゃ後悔してる、これに関しては。それがあれば俺多分個人チャンネル始めてる。やりたいことはすでにやるべきだったと思ってる。だからもうフィッシャーズっていうチャンネルが完成しきった時に、俺は顔出しをちゃんとこう出すっていうか、こう自分を露出しようっていう気持ちになれたんだけど、もう完成しきってる中で俺がこう例えばメインチャンネルで機械の紹介を出したところで誰も見てくれないはずなのよ。でそういう状況になってしまったから、ね、ゲーム配信に関してもさ、今更セカンダルで始めてもっていう人もいるかもしれないんだけど、でも俺とっちゃ今からのね、スタートで切れていいなと思ってるんだけど、そうじゃなくてこれに関しても昔からやっとけば、もしかしたらフィッシャーズにとってゲーム実況は当たり前だと思われてるのかもしれないっつって、なんでやれたことをやらなかったんだろうと思って、全て恥ずかしがり屋のマサイがいたから後悔してるっていう。 YouTube の後悔はそれかな。本当にやっときゃよかったなと思ってる。でも今それをちゃんと取り戻そうとっていうかね、やれることをやろうとしてるから。今小学校に入り直したらどうしますか？俺小学校同じなんだけど。スポーツするよね絶対。マジで運動したい。本当に今の記憶を残したまま戻れんだったら俺絶対に運動を始める。バスケ部だね。バスケ来て。てか時正味バスケットクラブしかなかったんじゃないかな。やるならちゃんとスポーツなバスケなり。いやバスケやってほしかったな。多分ね、誘われてれば入ったかもしんないんだよね。そうね、喋ってねえからな俺な。そうクラスが違かったから。俺の親父バスケやってたから、多分もしかしたら声かかればやってるかもしれない。だからこう背中を押してくれる人間がいれば俺多分いろんなことやってる。うちの小学校のバスケ部ちゃんと強かったからね。怖えよ。入ってたら面白かったんだね。多分別の世界線があったかもしれない。でも一つ言えるのは、同じバスケ部だったら多分今いない、一緒に。本当。と俺は思ってる。なんつうんだろうな、絡んでない人の方が、その仕事は絶対にうまくいくって勝手に思ってたの、昔から。中学校の時だけだったじゃん、その一瞬だったでしょ、フィッシャーズって。それがなんか構想したなと。なことも話するけど、あいつ俺の高校行くって話してたけど来なかったじゃん。行かなかったね。なったんだけど、それでよかったなと。多分一緒の高校行ってたらフィッシャーズ行ってたよね。俺もそう。だから逆にはマサイも同じバスケ部だったら多分今いないと思うな。その時根付くね、多分自分の意思がある。なんかあるだろうし、こいつはこういうキャラっていうのが分かりすぎちゃって、逆に多分仕事では違うんだろうなと思って。だって俺小学校のやつらいまだに仲いいけど、フィッシャーズに入るってことを一度も考えたことなかった。しかも中学校で同じやつもいるじゃん、小学校のバスケ部で同じやつ、俺それ誘ってないもん、だからなんかどっかで違うなってなったのと。フィッシャーズはマジで似たような人たちがいない集まりだから。そうだね。多分それがあって集まったのがあるから。そう、ほぼ絡んでねえからってよかった。運命だね。好きな食べ物は何ですか？サーモン。とあるスマブラプレイヤーの方々ですね。ファルコン使ってる理由は？かっこよくない？アメコミヒーローっぽいじゃん。そうだね。ファルコンなんちゃらっつってさ、飛び込むヒーローめっちゃいいじゃん。自分の名前をね、叫んでから攻撃する。なんかヒロアカのオールマイトみたいなのがそう技名を叫びながら飛び込んでるのは確かにいいね。だから好き。今までで一番心に響いた歌は何ですか？心に響いたものだったら何でもいいでしょ。俺高校の頃さ、専門に行くか行かないかの選択肢があったの。で、俺ハローワーク行ってた時あって、就職の部分で。その時にちょうどリリースされたボカロ曲があって、
ロストワンの広告なのよ。へえ。世の中に対する何かがあったりするじゃん。まあそうだね。懐かしい。ちょうど電車乗ってる時聞いて、俺何してんだろうなってなって、もっと頑張らなきゃなって叫びたくなる歌ですよね、あれはね。ちょうど就職とさ、学生の境目の時だったから、諦めたくなる感情と進みたくなる感情の境目で俺はいて、でロストワンもそれに近いところだったから、そうだね、それ聞いて、うわ今の俺じゃんっつって。あとは雨ざらしの風にさすらいって曲があるんだけど、バット入ってんだけど、立ち直る曲なので、俺それバット入る期間が専門の時あって、確か雨ざらし結構バットの歌多いもんね、バット入って終わるかバット入って立ち上がるか、そうだねそうだね。だから俺めっちゃ好きで、専門の時就活うまくいかなくて聞いてたね。そう、ボカロ結構そうだね。ボカロって割と来るよ。しかも当時さ、ボカロ聴いてる人はさ、オタクだってちょっとなんていうんだろうね、みんなからさ、そういう目線だったじゃん。だからその俺聞いてるぜって言いづらい環境だったよね、あの時はね。今では普通だけどさ、ニコ動のコンテンツでしょみたいな。だって今で言ったらさ、それこそなんだろう、強風ゴールバックが流行ったりとかさ、そうよ、ボーカロイドっていう電子の声で曲作って、こんな全国的にずっと流行ってさ、みんながそれをやるみたいなさ、俺らの頃は考えられなかったよね。めちゃくちゃその曲を歌ったりとか、それこそカラオケで歌ったりとか、知ってるってだけでもね、オタク扱いみたいな。TikTok とかで聴くような曲も、もしかしたら歌い手さんが歌ってて、実は原曲がボカロだったっていう。知らない人多いだろうね、そういうのね。酔いどれ知らずとか特にそうなんだね。俺らも未だに蹴るよ感動するよね。俺あれを Google の CM で初めて見た瞬間、俺はもう YouTuber として成功すると思った。俺この世界入っていいんだなって思えた CM だった。お腹ちょっとまずいです半分食った？半分ぐらい食ってんじゃん。食ってるよねこれ多分ね。いやでもうめえよ。ずっと美味しいって感情で食べてる。このね、言い方的には俺はあんまり好きではないんだけど、底辺 YouTuber のところにやりがちだったの。これもさっき言った通りでね、ナンバーワンが何かってなると底辺は何かって話だよ、正直。まあ考え方は人それぞれだから、その人がそう思うのは別に構わないんだけど、大してできてない部分を持ち上げようとする。すごく見せようとしたがるから。そうだね、注目しろっていう、その心があるのはマジで大事だけど、努力しないと。風船ってさ、膨らむからでかく見えるじゃん。割れたらちっちゃくしぼんじゃうでしょ。自分が風船の状態になってっから、誰かに割られちゃった、つつかれた時に大変な事態になるから、マジである程度鍛えてからやった方がいいかもしれない。確かに無理して膨らます、限界まで膨らますなよとかね。そう注目されたいって心は全然いいことだし、それで自分の心は保たれることもあるから全然いいんだけど、無理したりとか人の迷惑とかね、そういうので結構いろいろとミスしちゃうこともあるよね。そう、蓋開けたらなんだって思われるか、蓋開けたら本当じゃんって思われるか違う。シルクは特にそういうの経験してるかもしれない。そっちだね、お前は蓋開けたらすごい系だから。そうだね、だからこれできますよって、いや嘘じゃんそんなんって言って、いや本当じゃんっていうやつだったんだもん。だからそれだったら OK。その時はでも死ぬほど努力しなきゃダメ。だから見せ方次第だね。実はできないっすよみたいな感じで展開をおもろいオチにもなるし、そうそう。だからそれを作り上げるから、ごめんなさい実はできないんですすいませんって言うか、実はできないんですよねってやってみて、あれって本当できちゃったっていう感じにしちゃうから。そう。でもさっきのね、なんかこうナンバーワンとは何かで言うと、やりたくもないことをやってる YouTuber は底辺 YouTuber なのね。かもな。もしかしたら、ナンバーワンの逆と捉えるとね、自分のやりたいことで YouTube を頑張るっていうのが一番楽しいんじゃないやりたくもないことをやらされてるっていうのも違うのかなみたいな。底辺 YouTuber ってワードがある限りは、むしろ底辺 YouTuber でナンバーワンを取ろうとする人間は絶対いるから、その中でその肩書きを持ったまんま上に上がる人もいいんだからね。そう、いやそれはそれで俺おもろいと思うんだけど、底辺系 YouTuber ってのも現れるからね、ずーっとこの100何円の企画しかやらないみたいなそういう意味ではマジで底辺系のや確かにつだよね。低予算でやってく YouTuber みたいなの底辺系 YouTuber 代表ですね。段ボールのみで企画をやり続ける YouTuber ありえるからな。そういうのに繋がればいいけどね。お兄さん、そろそろちょっと僕来てるんですけどでも食ってんの？いや、だから好きですからやっぱ、食べれるっちゃ食べれるんですけどね、やっぱ刺身だけだとね飽きてきたんだ。刺身だけだとどうしても飽きてきたのね。この量の刺身はちょっとえぐいっすよ。まさやさん、テストの点数ってどうやって取れますか？俺に聞くなでも俺は申し訳ない、勉強する方法を勉強できなかったから、どうしてもこう習得が遅くなるんだけど、とはいえ自分が何%頑張れるか
まずね測った方がいい。 100% 頑張れる人間だったらそれは 100% 追い込めばいい。何時間も他のこと忘れちゃうぐらいの集中ができる人間だったら本当にそれをやればいい。てかまあその人は多分できてるじゃなくて、なんかどうすればいいですかって悩んでる人は大体 50% だと思ってる。勉強に集中するんだけどすぐ飽きちゃう人とかいるじゃん。でその飽きた先をまた考えた方がいいんだね。集中の分散っていうのはね。で帰ってこれるようにする。この工夫が必要だと思う。確かに1時間だけ寝るとか。これをしっかり守ればの話だけどね。守れないならそれは諦めてるっていうのが多分あるから、その諦めないっていう心があるならむしろそういう決まりを作ってあげる。だから 50% 頑張るでいいんじゃね、まず最初は。今 YouTuber で気になる人はいますか？いやまあちょんまげ小僧は気になるね。いろいろ気になるよね。あの後どうなるんだろうって。すごいこう100万人達成おめでとう、いやそうおめでとう、マジでおめでとうなんだけど、そうおめでとこう夏休み終わった後のちょんまげ小僧たちの動きがすげえ気になる。勝手に親心になってるよ。そう旗からこう勝手に親心みたいになってる。どうなってんだろうなーっつってこうやって本人たちが一番いい方向に行ってほしいね応援はしてますから。彼らならできるでしょ。スタッフチームの第一印象と今の違い。こいつら絶対めげねえなっていう。社会経験を積んできていろんな過酷な環境で耐え抜いてきたんだなっていう構えをしてきてる。俺らのとこ来てもすぐ成長するし慣れるんだろうなっていう。今はスマブラ強っマジで強いあいつら。魔境卒業のやついなかったっけ一人。似てるね。質問待って、誰に負けたくないわってスタッフの中で。いや俺ドルちゃんはやっぱちゃんと勝ちたい。勝ちたい。いやドルもねすげえ戦ってて気合い入れてくるのよってな感じで、もちろんでも編集は強くなってますから、あの人たち字幕めちゃくちゃ早いよ帰ってくる。そうだね。で俺が怖いのはドルかな。ぶっちゃけマグも怖い。そんな感じ。やばい。確かに開始の頃とは顔色が違うな。新品元通りだよこれ。今最も力入れてることは何ですか？今力入れてるサーモンに。やべえ、なんか眠くなってきた。こんなことあんまないよ、動画中眠くなるのなんて。チラッと PDS さん出てきた今。ダンテ今度なんかダンテ君とケイスケで筋トレしに行くんでね。メンツおもろ。そうなんか最近クリエイターさんと関わることが増えてきたんで。間もなくです。ホームに電車来んの？終点だよ。スマブラの話。電車で続いてたでしょ今。無限なんてねねえよ。質問コーナー終了です。ちょっと俺も食いたい。いただきます。あ、うまっだろ。ちゃんと美味しいからね。うまい。もうこれ終わりなわけじゃん。はい。最後に聞いていい？俺からの質問なんだけど。おお、君からの。はい。いい食住って何？いは衣類のい、食は食べる、住は住む。だから車って言った時に何言ってんだろう。車待とうみたいになっちゃうの。うるせえな。コストコに行って、このねアトランティックサーモン、巨大サーモンをマサイが好きだろうなと思って買ってきましたという動画です。めっちゃ大好きですよ。これ食い入れる人いるのかね。サーモンよりでかい人じゃ無理だよ。お前じゃん。じゃあお前じゃん。俺もいけんねんそれで言ったら。サーモンよりでかい魚。ただの海の中のさ食物連鎖の話じゃんそれ。サーモンよりでかい魚ならいける。サメとかでしょだから。てか川じゃねこいつ。お前川出身だ。しかもお前最初言ってたけど養殖でしょ。しかもいねえ。植物連鎖の環境にいないのよ。ということでコストコに行ったらこの巨大サーモン売ってますのでね、ぜひとも買ってみてください。贅沢したい方は一人で食べてみてください。そうだね。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。好きなものは無限ではない。無限じゃないから好きなんだ。その後は何かある。その後今日の格言みたいな。視聴者さんに我慢するな。我慢ね。我慢はしちゃダメだね。我慢は顔に現れる。どす黒くなってるさ。動画見てくれてありがとう。セカンダリー Twitter、Instagram、おすすめ動画ここにありけり。チャンネル登録よろしく。せーの、ありゅー。よせ。まずいよ。今年の漢字はダイヤモンド。